肩を並べる5人の搭乗員、ラバウルの対南空が誇った撃墜王たちである。AI でその姿に色を蘇らせる。前編では堺三郎たち対南空の精鋭がガダルカナルの空へ飛び立つまでを見てきた。片道1000キロ。その消耗戦は最強の搭乗員たちを容赦なく削っていく。ラバウルの貴公子、笹井純一、撃墜王、太田敏夫、ラバウルの魔王、西沢博義。今画面に並ぶこの男たちの多くがやがて帰らぬ人となる。その一人また一人に最後の時が訪れる。そして要塞ラバウルそのものがやがて戦場から取り残されていく。なぜ世界最強と呼ばれた戦闘機体は消えてしまったのか。これはその問いをたどる後編である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。笹井純一、海軍中尉、対南空の第三中隊長だ。堺三郎たちを率いたラバウルの貴公子、部下からも心から慕われていた。その笹井に最後の日が訪れる。1942年昭和17年8月26日、ガダルカナルヘンダーソン飛行場の上空、笹井のゼロ戦に襲いかかったのは一機の F4F ワイルドキャット。操縦していたのはマリオン・カール大尉だったとされる。後にアメリカ海兵隊で最初の撃墜王となる若き名手だった。放たれた6艇の機銃が笹井機を捉える。被弾したゼロ戦は火だるまとなって爆発した。その破片はガダルカナルの浜辺に降り注ぐ。それを見ていたのは何百人ものアメリカ兵だった。笹井純一、戦士。まだ24歳の若さだった。虎は千里を行って千里を帰る。部下の堺にそう刻んだベルトを送った笹井自身はついに帰ってこなかった。死後未階級特進し海軍少佐となる。最強の戦闘機体からまずその指揮官が空に失われたのである。太田敏夫、笹井中隊の撃墜王の一人だ。長崎の出身。堺、西沢と並ぶ対南空のサンバガラスの一人で、笹井の2番機を多く務めた。公認の撃墜数は34機とも36機とも伝えられる。その太田にも終わりが来る。笹井の戦死からおよそ2ヶ月の1942年昭和17年10月21日、太田は味方の爆撃機を護衛してガダルカナルの空にいた。ベイ川の戦死によれば、この日太田が仕留めた敵がいた。アメリカ海兵隊のヘンリー・ハミルトン准尉、テックスの愛称で呼ばれた歴戦の飛行家だ。1929年に入隊し、公認の撃墜数は7機。アメリカ海兵隊でただ一人の下士官上がりの撃墜王だった。太田のゼロ戦はそのハミルトンを撃ち落とす。だがその直後だった。ハミルトンの両機、フランク・ドルーリー中尉、ドルーリーの反撃が太田機を捉えた。撃墜王太田もまた数分のうちに撃ち落とされた。太田敏夫、戦死、23歳だった。戦いが止み、ドルーリーは静かな空を見上げた。そこに見えたのはたった一つのパラシュート。アメリカ軍のパラシュートがゆっくりと降りていく。撃ち落とされたハミルトンだった。だがハミルトンは手を振らなかった。そのままジャングルに消え、二度と戻らなかった。互いの撃墜王が数分のうちに撃ち合った空。貴公子笹井に続いて、また一人、サンバガラスが空から消えた。最強と呼ばれた男たちが、次々と帰らぬ人となっていく。西沢博義、サンバガラスの中でも
別格の撃墜王だった。長野県の南小川村の出身。痩せて背が高く無口な男だったという。しかしひとたび空に上がれば、その操縦は鬼神のごとし。その極技飛行は息を飲むほど鮮やかで、味方さえ言葉を失った。敵も味方も西沢をラバウルの魔王と呼んで恐れた。同じ撃墜王の酒井三郎は戦後の回想録にこう書き残している。ゼロ戦であれほどのことをやってのける男を他に見たことがないと。その撃墜数ははっきりしない。公認では87機。だが本人が家族に書き送った数では147機。戦死を報じた当時の新聞では150機以上ともされた。数字には諸説あるが、当時の日本で屈指の撃墜王だったことは間違いない。ゼロ戦の前に並ぶ対南空の搭乗員たち。歴戦の強者たちだ。なぜ最強の戦闘機体はすり減っていったのか。その答えの一つが補充の問題である。堺や西沢のような名士は何年もかけて育つ。ところが戦争が長引くとそうもいかなくなった。ベテランが次々と戦死する。それを埋めるため訓練の期間は短くされた。教える側の教官も足りない。練習に使う燃料さえ乏しくなっていく。こうして前線に送られる新人搭乗員の腕は年を追うごとに落ちていった。ベテランが一人倒れても同じ腕の搭乗員はもう出てこない。最強の戦闘機体は内側からゆっくりと崩れ始めていたのである。飛行場から次々と飛び立つゼロ戦。ソロモン方面の基地から出撃していく攻撃隊だ。1943年、昭和18年4月、連合軍の反攻を食い止めるため、大規模な航空作戦が発動された。伊号作戦である。立案し、指揮を執ったのは、連合艦隊司令長官、山本五十六。山本は4月3日、自らラバウルへ進出した。空母から下ろした母艦の搭乗員までかき集め、その数はおよそ350機。ソロモンやニューギニアの敵を一斉に叩く。日本側は艦船28隻、航空機175機を列鎮撃墜したと報告した。だが、これがまさに前編で売れたことだった。実際にアメリカ軍が失ったのは艦5隻と飛行機25機ほど。報告は大きく膨らんでいた。大山寧動してネズミ1匹。大山が鳴り響いて出てきたのはネズミ1匹という結果だったのである。連合艦大司令長官山本五十六。最前線の基地で出撃する搭乗員に敬礼を送る。この一枚こそ山本が生前に撮られた最後の写真である。伊号作戦の直後、1943年4月18日、山本は最前線の基地を激励するためラバウルを飛び立った。一式陸港2機、護衛のゼロ戦6機。ところがアメリカ軍は日本の暗号を解読していた。山本の飛行計画は筒抜けだったのだ。待ち伏せていたアメリカ軍の P38 戦闘機が襲いかかる。山本の乗った一番機はブーゲンビル島のジャングルに墜落。山本五十六は戦死した。そして二番機に乗っていたのが後に終戦後の特攻で知られる宇垣まとめ参謀長である。宇垣は海に不時着し生き残った。連合艦隊の象徴を失ったことはラバウルの将兵の士気にも重くのしかかった。空母昇格の飛行甲板に立つゼロ戦。母艦航空隊の選び抜かれた精鋭機だ。1943年昭和18年11月、ラバウルを守るため海軍はさらなる賭けに出る。路号作戦である。虎の子の空母昇格、随格、随砲。その母艦航空隊173機を丸ごとラバウルの陸上基地に投入した。本来は空母と共に戦うべき精鋭たちだ。だが、連日の激戦で彼らはすり減っていく。作戦を通じて
搭乗員の損耗率は 47%。参加したもののほぼ半数が失われた。ここでも戦果は大きく報告されたが、実態はそれに遠く及ばなかった。虎の子の母艦航空隊はラバウルのコラで離滅した。この損失は後のマリアナ沖海戦にも影を落とすことになる。岩本鉄三、海軍の搭乗員。その救命胴衣には大きく冷戦虎鉄と書かれていた。虎鉄とは伝説の刀工が鍛えた名刀のこと。自らのゼロ戦をその名刀になぞらえた屈指のゼロ戦乗りだ。サンバガラスが次々と倒れていく一方で、生き延びた撃墜王もいた。その一人が岩本鉄三である。1943年、昭和18年の暮れ、岩本の部隊はラバウルへ送られた。連合軍の猛烈な空襲が押し寄せる防空戦のただ中だった。岩本が得意としたのは一撃離脱の戦法。素早く仕掛け、深追いはせず、さっと離脱する。時にはゼロ戦に小さな爆弾を積み、敵の編隊の上から落とすことさえあった。そして岩本は自分の戦いを一機ずつ几帳面に日記へ書き留めた。その日記によれば、ラバウルでの3ヶ月で100機以上、生涯では202機を撃墜したと書き残している。日本の搭乗員として群を抜く数値だ。ただし、日本側の戦果報告がしばしば実際を上回ったことはすでに触れた通りだ。アメリカ側の記録に岩本の名は出てこない。敵の搭乗員は自分を落とした相手が誰かさえ知らなかった。それでも岩本が書き残した日記は貴重な記録となった。ラバウルの空で何が起きていたのかを今に伝えている。サンバガラスが倒れていったその空を戦い抜き、岩本は生きて終戦を迎えた。トラック、島の上空、撃ち落とされ、海へ落ちていく日本軍機。1943年の暮れから連合軍の反撃はさらに激しさを増す。アメリカ軍の大空母軍がラバウル周辺に卒倒した。そして1944年、昭和19年2月17日、連合艦隊の一大拠点だったトラック島が大空襲を受ける。この1日でトラックの航空兵力、およそ270機が失われた。その多くは飛び立つことさえできないまま地上で焼かれた。トラックはラバウルへ飛行機を送り出す中継基地でもあった。その要が一日にして灰になったのである。前線へ送る飛行機も搭乗員ももはや底をつきつつあった。最強を誇ったラバウル航空隊の空から味方の翼が消えていく。かつて連合軍を震え上がらせたラバウル。南東の海に築かれた日本軍最大級の航空要塞だ。トラック空襲の直後、1944年2月20日、ラバウルに残っていた海軍航空隊の主力はトラックへ後退した。こうしてラバウルから組織的な航空作戦は砂がを消す。だが、アメリカ軍はラバウルに上陸してこなかった。10万の将兵が立てこもる要塞をまともに攻めれば大きな損害が出る。そこで連合軍はラバウルを素通りした。周りの島だけを占領し、ラバウルを海と空から封じ込めたのである。これが飛び石作戦。最強の航空要塞はただの一度も上陸を受けないまま戦場から取り残されていった。ジャングルを切り開いて作られたラバウルの農園。山豚から畑を守る柵を組むのは農民となった将兵たちだ。封じ込められたラバウルにはなおおよそ10万の将兵がいた。補給はほとんど届かない。そこで彼らは驚くべきことをやってのける。ジャングルを畑に変え、芋や野菜を育てた。塩や石鹸まで自分たちの手で作り出す。現地の人々の協力も得て食料を賄い、軍にも供給した。地下には洞窟の陣地を掘り巡らせる。こうしてラバウルの将兵は孤立しながらも1945年8月の終戦まで持ちこたえた。
華やかな空中戦の物語の陰で地に足をつけて生き延びた男たちも確かにそこにいた。ダバウルの魔王、西沢博義。無数の空中戦を生き抜いてきた男だ。その最強の撃墜王に訪れた最後はあまりに皮肉なものだった。1944年、昭和19年10月26日。戦場はすでにフィリピンへあむっていた。この日西沢は自分のゼロ戦に乗ってはいなかった。補充のゼロ戦を受け取りに行くため、一機の輸送機に乗客として乗り込んでいたのだ。その輸送機がミンドロ島の上空で見つかってしまう。襲いかかったのは空母ワスプから飛び立った F6F ヘルキャット。操縦していたのはハロルド・ニューウェル中尉。輸送機はなすすべもなく撃ち落とされた。無敵を誇った西沢博義は自らの操縦桿を握ることもないまま戦死した。24歳。2回急特進で海軍中尉となる。ニューウェルがその日戦闘記録に残したのはただ一行。輸送機を一機撃墜。それだけだった。自分が落とした機に日本海軍屈指の撃墜王が乗っていたことを彼は知らなかった。酒井三郎。サンバガラスでただ一人生き残った男だ。ガダルカナルで右目を失った酒井は日本へ送り返された。もう戦闘機には乗れない。誰もがそう思った。だが酒井は上官にこう訴える。片目でも戦えます。と。そして再び前線へ。1944年、昭和19年6月、硫黄島の上空、酒井は赤眼のままアメリカ軍の F6F を2機撃墜したという。片目の撃墜王はついに終戦を生き延びる。戦後、酒井は自らの体験を一冊の本に記した。大空の侍。世界中で読まれる名著となった。酒井三郎がこの世を去ったのは2000年。享年84。最後まであの空で戦った仲間たちのことを語り続けた。ジャングルに残されたゼロ戦の残骸。ラバウルの空を支えた主役はやはり零式艦上戦闘機だった。その航続距離は3000キロを超える。片道1000キロのガダルカナル戦を戦えたのは世界でゼロ戦だけだった。だが、その長い足には代償があった。少しでも軽くするため、初期から中期のゼロ戦は、搭乗員を守る装甲を削っていたのだ。防弾の後半も燃料タンクを守る仕組みもない。被弾すればひとたまりもなかった。設計者の堀越二郎はこう考えていた。装甲は優先順位の問題。まず速度と航続力、そして搭乗員の腕で身を守るべきだと。それはベテランが揃っていた開戦初期には通用する考えだった。だが新人ばかりになった末期にはその思想が重くのしかかる。ゼロ戦はまさに諸刃の照り木だったのである。炎と黒煙を吹きながら飛ぶ一式陸上攻撃機。ゼロ戦とともにラバウルの空を飛んだ海軍の主力攻撃機だ。華やかな空中戦の物語は戦闘機乗りのものだった。だがラバウルの空にはもう一つの戦いがあった。爆弾や魚雷を抱え遠い敵艦へ向かう陸港の搭乗員たちだ。その一機には7人もの若者が乗り組んでいた。一度撃ち落とされれば多くの命がまとめて失われる。被弾に弱いこの機体に海軍も手をこまねいてはいなかった。燃料タンクにはゴム板を張り消火装置も取り付けられた。だがその弱点が完全に消えることはなかった。それでも多くの陸港搭乗員が火だるまとなって戦死していった。華々しい撃墜王の陰に名もなき彼らの犠牲があった。そのことを忘れてはならない。ラバウル基地に並んだ204空の搭乗員たち。昭和18年9月、その数66名。204空は
ラバウル戦闘機隊の中核をなすゼロ戦の部隊だ。ラバウルと前線のブイン基地から来る日も来る日も米軍機の大編隊に立ち向かっていた。部隊全体の撃墜の主張は1000機にも及ぶ。だがその戦いは搭乗員を容赦なくすり減らした。この写真が撮られた2ヶ月後、昭和18年11月、ラバウル上空で最大の航空決戦が始まる。連日押し寄せる米軍機をゼロ戦は迎え撃ち続けた。そして昭和19年1月、204空は戦力を失い、わずかな幹部だけがトラック島へ後退する。生き残った搭乗員は別の部隊に吸収され、2月、204空という名前そのものが消えた。司令も飛行長も若い搭乗員も肩を並べたこの66名。そのうち終戦を生きて迎えたのはわずか10名ほどだった。ここに並ぶ若者たちのほとんどはもう帰ってこない。それでも彼らは最後までラバウルの空に立ち向かった。ラバウル航空隊、世界最強と謳われた海軍の戦闘機隊だった。この後編で辿ったのは、その精鋭たちが次々と失われていく日々だった。ラバウルの機構士、笹井純一、酒井たちを率いたパイナン空の中隊長だ。その指揮官は、ガダルカナルの空で火だるまとなり、24歳の若さで戦死した。撃墜王太田敏夫、23歳。敵味方の撃墜王が撃ち合ったガダルカナルの空。アメリカ兵のパラシュートを見送るように、太田もまた帰らぬ人となった。ラバウルの魔王、西沢博義、24歳。鬼神のごとき操縦を見せた撃墜王は、丸腰の輸送機の乗客のまま戦死した。対南空のサンバガラスは、全員が命を落とした。ただ一人生き残ったサンバガラス、酒井三郎。戦後、大空の侍を書き残した。世界最強と謳われた仲間たちがいたことを、後の世に語り継ぐために、冷戦虎鉄、岩本哲三もまた生きて終戦を迎えた。だが、彼のような歴戦の搭乗員は、戦争の終わりにはもうほとんど残っていなかった。腕利きの名手は次々と空に失われていった。連合艦大使令長官山本五十六、搭乗員を励ますためラバウルを飛び立ち、待ち伏せたアメリカ軍機に撃ち落とされた。ブーゲンビルの空でその命を落とした。やがて連合軍の反攻がラバウルを飲み込んでいく。連日の空襲が要塞の機能を奪った。かつて敵を震え上がらせた大基地は戦場からポツンと取り残された。残された10万の将兵はジャングルを切り開いた。畑を耕し、芋や野菜を育て、塩や石鹸まで自分たちの手で作り出す。そうして終戦の日まで生き延びた。昭和18年9月、ラバウル基地の204空。この1枚に並んだ66名のうち、終戦を生きて迎えたのはわずか10名ほど。最強の戦闘機体はこうしてすり減らされた。華々しい戦果の数字の裏で失われたのは二度と戻らない人の命と才能だった。軽さと引き換えに防弾を捨てたゼロ戦は、ベテランを失えば二度と補えなかった。白黒の写真にいた彼らに AI で色が蘇る。青い空、そして銀色の翼。そこに確かにいた若者たちのことを、私たち日本人は忘れてはならない。あなたは世界最強と呼ばれた彼らの生き方をどう見ただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に一つお願いがあります。実はこのチャンネルの視聴者はその 75% 以上が50代以上です。一方で20代はわずか 2.5% しかいません。こうした日本の歴史を特に若い世代に届けたいと願っています。もし X などの SNS をお使いなら、この動画の拡散をお願いします。画面右下の共有ボタンからすぐに共有できます。あなたの一つの共有が歴史を次の世代へつなぐ力になります。そしてこの動画を気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録で応援をお願いします。